コンケークです。今回のテーマは、あなた自身も気づかぬ自分の魅力です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、そしてルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。あなたの魅力ですが、とにかく才能に溢れている人ですね。そして周りにしっかり助けてもらえる人徳があります。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。まずは過去です。魔術師の聖一ですね。コミュニケーション能力に長けていた時です。いろんな方と交流ができてたっていうことですね。知性と才能が備わっていたので、それを発揮できた人もいるっていうことでですね、かなり過去の段階でですね、あなた自身のいろんな魅力っていうのはしっかりと発揮されていたのではないかなと思いますね。いろんな人とも話していたし、ご自分の才能、自分の中にあった。それをですね、その中で自分が輝けていたっていう人もいらっしゃるっていうことですね。では、現在ですね。カップのナイトの逆位置ですね。現在は精神的な助けを求めている時ですね。何か大きな悩みがございますかね。ちょっとかなり落ち込んでらっしゃるような感じがしますね。勢いがあまりなくなってしまっていて、過去に比べると随分とご自分のことに対する自信がなくなってきてるのかなっていうところがありますね。人に対してしっかりですね、悩みを打ち明けないと、ご自分の中でも危ないっていうふうに思われてるんじゃないかなと思います。ではですね、そのあなたの現在の状況っていうのがですね、カップの2の正位置になりますので、安心感のある落ち着いた人間関係を築けることができます。相談できる、助けてもらえる状況にあるっていうことなので、よかったですね。これは現在があなた自身すごく悩んでらっしゃると思うんですけれども、しっかりとですね、助けてもらえる、相談に乗ってくださる人がいらっしゃるっていうことなので、もしですね、今まだそこまでいけてないっていう方はですね、ぜひ動いてもらったらいいと思いますね。あなたに寄り添ってくださるっていう方は必ずいらっしゃるはずなので、一人で抱え込まないように、それだけはですね、やはり気をつけていただきたいなと思いますね。しっかり人に話して、自分の辛い悲しみとかですね、悩みとかですね、もうそこは、そうですね、その方に聞いてもらうだけでもいいですし、アドバイスをもらうでもいいですし、様々な方法があると思うんですけれども、とにかく人に頼ることっていうのを忘れないでくださいね。では、未来です。ペンタクルの3の正位置ですね。飛躍のチャンスです。才能が認められます。努力が苦にならない時ですということで、現在が今、ものすごく悩んでらっしゃるっていうことですけれども、これからはですね、どんどんとご自分のチャンスっていうのが巡ってきますね。そして、あなた自身の溢れ出る才能っていうのもしっかり認めてもらえますので、あなた自身もモチベーションが上がっていくと思いますね。それで、その分ですね、あなたがご自分で頑張るぞっていう気持ちにもなれるので、楽しみながら頑張れるっていう感じでいけるようなので、その点でもですね、ものすごく良い方向に行けるっていう感じがしましたね。では、周囲ですね。こちら見てまいりましょう。未来の周囲はワンドのクイーンの逆位置。やっかみが強い人。あなたの才能や注目されることに嫉妬している人がいらっしゃるっていうことで。これはですね、どうしても才能があるとかですね、
人に人気があるとか、そういった人に付きまといがちな問題ではあると思うんですけれども、どうしてもですね、そういう嫉妬する人っていうのが出てくるんですよね。ただそれは、あなたがすごいからであって、それをですね、気にする必要はないと思いますね。ちゃんとあなた自身の魅力が溢れているからこそ、どうしてもですね、周りの人で自分が何もないみたいな感じで思ってしまう人がいらっしゃるんですよね。でもそれはあなたの責任ではないので、それをですね、いちいち気にしていたらキリがないと思うんですよね。そういうのもですね、しっかりもう無視していただいていいと思いますね。もちろん、あまりにもひどいものであれば、いろんなところにご相談していただくだとかそういうことは必要と思いますけれども、現状才能の嫉妬っていうこと自体にですね、いちいち気にするっていう必要はないと思いますね。どうしようもない部分ですからね、そこはね。お相手様が自分を、よし、負けるか頑張るぞっていう風にできればいいんですけれども、そうはならなくて、あなたがすごいから、どうしても引きずり下ろしたいとかそういう風になっちゃうんですかね。やっかみが強いっていうことなので、いろいろとしてくる可能性はありますけれども、その時に対応すればいいだけなので、それはスルーしていきましょうね。では、最終結果ですね。こちらが、ソードの3の正位置ですね。避けられない別れがあります。悲しいことですけれども、受け入れることが大事という風になっておりますね。そうですね。なんでしょうね。避けられない別れっていうのが、それぞれあるとは思うんですよね。友人だったり、ご家族だったり、恋人だったり、はたまた他の別れっていうのもたくさんあると思うんですけれども、やはりそれはどうしても悲しいことだと思うんですよね。別れっていうのはね。だけれども、それをですね、できるだけ自分の中で受け入れていくと、心の傷にもなりにくいと言いますか、回復しやすいと思いますね。悲しいことは悲しいということで、受け入れるっていうことが大事ですね。この別れは避けられなかったんだなっていうふうに思っていただくしかないんだと思いますね、この場合。助言の方をお話しさせていただきますね。バンドの3の逆位置ですね。前向きな気持ちでいきましょう。サポーターを探す必要があります。そうですね。あなた自身がとにかく素晴らしい才能がある。そして人徳があるっていうことなので、それをですね、無限にするっていうことはやっぱりしないでほしいなと思うので、できるだけ前向きな気持ちでですね、あなたの才能が活かせるように動いていってほしいなと思いますね。そしてサポーターを探す必要があるっていうのは、人間関係、あなた自身がとても恵まれてるので大丈夫だとは思うんですけれども、やはりあなたのことを助けてくださる方、人によっては支援してくださる方って言ったらいいですかね。そういう方っていうのは必要なので、いずれですね、待っていても現れるかもしれないんですけれども、まずは自分から探してみて、誰かですね、いい方がいらっしゃらないかっていうふうにですね、見つけてみる。そして交流していって、あなたを助けてもらうっていうふうに動いていくといいと思いますね。では、オラクルカードですね。時々恐ろしい感情が決して終わらないように感じることがあると思います。耐えてそれが終わるまで待つことが重要です。それは決して続かないからですね。これは、やはり避けられない別れにつながってくるのかなと思うんですけれども、あなた自身のその辛さ、悲しさ、悩みですね。そういったところはですね、やはり自分がネガティブになっている時って、この日々が終わらないんじゃないかって思うこともあると思うんですけれども、ちゃんと日々が過ぎていけば、そこは終わっていくっていうことですね。続かずに、また新たなあなたにとって明るい日々が現れることがありますので、ちょっとの我慢ですね。それまで待ちましょうっていうことですね。そして2枚目のオラクルカードは炎ですね。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えています。これは
やはり才能の部分につながってくると思いますね。あなた自身のその火っていうのはですね、ものすごく大きいです。それをですね、しっかり発揮していってほしいなと思いますね。その中で、やはり熱意だとか情熱だとか愛だとかそういったところもですね、しっかりと関連して燃え上がっていくような感じなんだと思いますね。あなたのその炎っていうのは絶やされることがないですよっていうことです。そしてオラクルカード3枚目ですね。悪の女王です。あなたには塩ではなく砂糖が必要ですっていうことですね。これはサポーターさんを探す必要があるとかそっちの方になるかもしれないですね。塩辛いですね。塩だから。塩辛い思いをしてしまう前にしっかりと甘えられる人、ですね。助けてくれる人を見つける必要がありますよっていうことですね。なかなかですね。あなた自身のその人脈とか人との交流とかを見てれば大丈夫そうなので、しっかりですね。あなたを助けてくださる人っていうのを見つけて仲良くしてください。では、ルノルマンですね。星のカードです。才能が認められて一目置かれる。これはもちろんさっきのあなたの魅力すべてにつながってきたことですね。なので、その中で目標を明確に定め、計画的に動くことが大事ですと出てますね。このあたりはまだちょっと出てきてなかった部分かなと思うんですけれども、あなた自身のやりたいことを、そうですね、努力が苦にならないっていう風にも出てましたから、あなた自身の目標をしっかり明確にすることでですね、あなたのそのやりたいことだとか、するべきことっていうのがしっかりと動けるっていうことですね。漏らしがないって言ったらいいんですかね。ちゃんとやりたいことは、まんべんなくやれますよっていうことだと思うので、計画的に動いていきましょう。そうですね。全体的なものを見ましても、3の数字が多いっていうのがあったんですが、これが愛と喜びをもたらし、さらなる変化の数字っていうことになりますね。その点ではですね、あなた自身がものすごく自分自身の才能や人脈によって人に愛や喜びをもたらすことができる。そしてご自分自身の変化もちゃんとしていけるっていう感じのカードが多いっていうことですね。あなたのその魅力っていうのはですね、かけがえのないものですので大事にしてください。そしてですね、これからの未来を楽しみに動いていってほしいなと思いますね。では、よろしければこちらの方参考にされてください。A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたの魅力というのは、運をとにかくつかみやすい。たくさんのラッキーチャンスに恵まれています。そして大きな出来事を経て成長していける人、つまり努力家っていうことですね。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。こちらがワンドの6の正位置です。自信を得られるような勝利をつかめた。良い知らせがあったというカードになりますね。よかったですね。過去でもあなた自身がものすごくですね、ラッキーチャンスをつかめていたようですね。あなたの嬉しいことっていうのがたくさんあったのかなっていう風に感じられました。よかったです。では次が現在ですね。教皇の正位置ですね。現在は全てが整っている状態で憧れに近づこうと努力する時です。真面目に取り組むことができますという風になっておりますね。全てが整っているっていうことはもう何でもできるっていうことですね。あなたのやる気や頑張り次第でですね、いくらでもですね、どのようにでも行動ができるっていうことです。そして憧れに近づこうと努力するときっていうことなので、あなた自身が憧れてることだとかそういったことってあると思うんですよね。そういったところにもですね、しっかりと近づけていける。それが頑張れるっていうことですね。やはり努力家な部分がしっかりと発揮されてらっしゃる感じですね。素晴らしいことだと思います。やはり教皇がですね、とても真面目なカードっていうことなので、これが現在に出てるっていうことは、あなた自身の勤勉さがしっかり出てらっしゃると思いますね。では、その現在のあなた自身の状況がどういった感じかというと、節制の逆位置になりますね。
何かとすれ違いが多い状況になりやすいという感じなんですけれども、ただこれはですね、すれ違いが多い状況になるかもしれないっていうふうに考えていただいて、今現在あなたは私の占いを見てくださってる。ということは、ちゃんとですね、あなたは全てが整っている状態ですよっていうのも分かってらっしゃる。ってことは、動けるかもしれない。っていうふうに考えていただくといいかなと思いますね。はい。いくらでもですね、やはりカードさんの結果っていうのはですね、変えることができます。それはあなたの力がやっぱり強いからですね。なので、すれ違いが多くてもですね、それを修正することも絶対できると思うので、あなたのその努力っていうのをですね、前面に押し出していきましょう。その中で自分がせっかくですね、いろいろできる状況なので、できればですね、それであなた自身の進歩だとかですね、そういったところが見られるといいなと思いますね。大丈夫だと思います。では、未来ですね。こちらが正義の聖地です。次第に有利な状況に変化していきます。客観的に自分を見ることができるので、様々な対処がしやすい。はい。ここで来ましたね、正義の聖地が。あなた自身のその、公正な部分とか真面目な部分っていうのがしっかりカードさんにも出てますね。未来でもそんな感じになりました。ご自分の有利な状況にですね、変えていけることができますね。そして自分ごと、ちゃんと自分を客観的に見ることができるから、いろんなことでですね、冷静に対応ができるっていうことですね。それ自体もとても素晴らしいことだと思います。あなた自身の、そのですね、冷静さ、客観的な、視点っていうのはですね、ものすごく必要なことですし、あなた自身が成長するためにですね、とてもいいことだと思いますので、こちらもですね、ぜひそのまま大切にしていただいて、未来でしっかり発揮していただけたらなと思います。では、未来の周囲がどうなっているかっていうのがですね、塔の正位置です。あなたに対して衝撃を受けている人が現れるかもしれません。衝撃というのがどういったことなのかっていうとですね、憧れに近い感じですね。あなたをその人よりもすごいと思っていらっしゃる。当の方ですね。その方があなたのことをすごく尊敬してらっしゃる感じなんですね。きっとその方にとってはあなたの価値観だとか信念だとかそういったところがですね、ものすごく新鮮に映るというか、この人すごいなっていう風にですね、思えるんでしょうね。そういった人、憧れの対象になれるってすごいことですよね。あなた自身はそういった人になれるっていうことです。誰かから尊敬されて信頼される、そういう風な未来が待ってらっしゃるので、あなたのその今頑張ってらっしゃることだとか、いろいろ努力されてると思うんですよね。これだけこう努力家な部分っていうのがカードさんでいろんなところで出てくるので、ってことは、それがちゃんと結果につながってる。周りが見てもそう思えるっていうことですからね。とても素敵なことだと思いますし、もしもその方がですね、あなたのことを尊敬していると伝えられたらですね、ありがとうと感謝の言葉伝えてあげてください。そういう人間関係も大事です。では、最終結果ですね。ソードのキングの正位置です。妥協せず、現実を見ながら行動ができます。自信を持つことができ、周囲から信頼されます。ものすごくスムーズに進んでますね。あなたの運っていうのはですね、運気。ちゃんとですね、あなた自身がやはり努力できるっていうところがここでも遺憾なく発揮されてらっしゃる。そして、それはもちろんですね、努力するだけではなく、ちゃんと自信も持つことができるので、ものすごく自分の行動もしやすいと思いますね。やはり自信につながると、次も行こうっていうふうに思えるのでですね。頑張りがいがありますよね。そういう風になっていくと、周りの方からも信頼が起きるなっていう風になっていく。当のカードの人だけではなくって、いろんな人がですね、あなたを信頼してくださるっていう風に動いていけそうなので、この点もですね、ものすごく素晴らしい方向に行くなっていう感じがしましたね。やっぱりあなたの
いろんな頑張りっていうのがここに来てですね、しっかりと発揮されているっていうことですね。では、助言ですね。ペンタクルのナイトの逆位置です。勇気を出してチャレンジしましょうというふうになっております。あなたの場合はですね、しっかり努力もできますし、そしてちゃんと幸運もつかみやすいっていう方なので、その部分をちゃんと知ってしまえばですね、勇気っていうものは出てくるんじゃないかなと思います。もし今ご不安に思ってることとか、一歩進むのが不安だなって思われてること、怖いことがあったとしても、まずはですね、勇気を出してやってみましょう。それこそですね、その二の足を踏んでしまうと、あなたの現在の状況のすれ違いが多い状況っていう風になりかねないので、できればですね、動いてみましょう。では、オラクルカードですね。悪い日が悪い人生を意味するわけではありません。明日は違うでしょう。そうですね。その一日が悪い日だからって、あなたの全体の人生が悪くなるわけではないです。明日はもちろんまた違う日が来ます。明日もね、きっといい日になる。明日もきっといい日になるよね。ハム太郎っていう感じですね。はい。元ネタ知ってる人が何人いらっしゃるかっていうところなんですけれども、もちろんですね、明日はいい日になるかもしれないし、そのことをですね、まず忘れないでほしいなと思いますね。悪い人生ではない。というかもうあなたの場合はいろんなところでラッキーチャンスがですね、訪れる状況になってるので、ちゃんとですね、ラッキーな人生、幸運な人生と考えていただいていいのではないかなと思います。そしてオラクルカードの2枚目は家族ですね。血縁であれ、親縁であれ、家族は人生の中心です。あなた自身に大切な人はいらっしゃいますかね？それは一つのワードとして家族っていう風にも捉えられます。これは本当に血縁であれ、親縁、心の縁ですね。どちらとも捉えられるんですけれども、その中でちゃんと人生の中心として動いていらっしゃる人間関係っていうのが家族っていう風に考えていただくといいと思いますね。この件に関しましては。そういう人たちにですね、しっかり甘えることもたまにはいいんじゃないでしょうか。どちらかというと頑張り屋さんで、多分肩肘張って歩いてるタイプのようにも見えますから、時にはですね、だるっとしてもいいと思います。甘えてみましょう。では、3枚目のオラクルカードです。期待です。誰の承認も求めないでください。これはですね、もちろん人からの承認ってですね、あなたの場合は多分自然とあると思うんですよね。ただ、それを自分の方から期待してしまうと期待外れになってしまうっていうことですね。自分の承認っていうのはやはり自分がすることがまず第一です。人から承認されてやっと自分が認められたっていう風になるんじゃなくって、自分自身をまず認めてあげることが大事っていうことだと思いますね。このカードさんの意味としては。だから結局あなた自身が自分を認めてあげること、それが回り回って他者からの承認にもつながると思うので、そこはですね、あなたの場合、やはり人から信頼されるっていう部分も出てますので、安心してもらったらいいかなと思います。だから、変に期待しない方がいいっていうことですね。まずは自分を認めてあげる。それから、後から人の承認、他人からの承認がついてくるっていうことです。それではルノルマンですね。蛇です。洞察力を活かしましょう。時に執念も大事です。そうですね。ここは、あなた自身の自分を客観的に見るとか、そういう部分ももちろん大事なんですけれども、周りの人たちを見ながら洞察力を鍛えていくっていうこともいいと思いますね。むしろ洞察力がしっかりあるので、それを活かしていきましょうっていうふうに捉えてもらったらいいと思います。そうですね。執念っていうのはやっぱり大事ですね。すぐ諦めてしまうよりは、ある程度しがみつくことも必要なんだと思いますね。蛇のようにですね、木に巻きつくようなイメージって言ったらいいんですかね。はい。そういう感じでですね、たまにはですね、自分のやりたいことっていうのをがむしゃらにですね、掴んでみるのもいいのではないでしょうか。そうですね。
本当に全体的なものを見ても、とにかく大アルカナが多い。これはですね、もう本当に大きな出来事がたくさんあって、それをちゃんと過ごしながら、しかも自分が成長していけるっていうことで間違いないと思いますね。そして、その中でやはりターニングポイントだとか、ラッキーチャンスだとか、そういったところも巡っていきやすいっていう部分があるので、あなたのその魅力っていうのは何者にも代え難いものでありますので、それをですね、このまま大事にしていってほしいなと思います。ちょっと現在がすれ違い気味っていうところがあると思いますので、今ですね、ちゃんと見ていただいたと思うので、そこをですね、自分で力技でもいいので無理やり自分の方にタイミングを持ってくるっていう風にしてもらったらなと思います。ではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。あなたの魅力っていうのはですね、人に対して広く気を使える人っていうところですね。そして自分がしっかり納得できるまできっちりやれる人っていうところがございます。それでは1枚ずつお話しさせていただきますね。まず過去ですね。こちらがペンタクルのクイーンの逆位置ですね。目の前のことにとらわれて大変だった。身の回りのことがうまくできていなかったっていう部分があるみたいですね。そうですね。ご自分の目の前っていうのにいろんなことがあったんでしょうね。それでなかなかですね、苦労されてらっしゃったのかなと。それをこなすのだけで精一杯っていう部分があったんでしょうね。だからこそご自分の身の回りのこともなかなかですね、かかることができなかったっていうところがあると思いますね。ただそれはですね、もうどうしようもないことですよね。だってご自分のやれることをやるしかないですからね。それで自分はダメだって思わなくてもいいと思います。大変だった時にですね、やはり自分一人で全部自分のことをやろうとするって大変だと思うんですよね。特にいろんな自分がやらなければいけないことが多い時はですね、人に頼れればいいですけれども、そうですね、あなたの場合やはり人に気を使うっていうタイプっていうのもあるので、どうしても人任せにできないっていう部分があったのでしょうね。では次が現在ですね。こちらがカップの10の逆位置です。惰性の毎日です。周りの意見を気にしてしまう時っていうことで、この惰性っていうのがですね、今まで続いてきた習慣や癖がそのまま続くっていうことなので、これはですね、結構マイナス方面で捉えられることも多いんですけれども、人によってはですね、ただその今までの日常のやってきたことが続くっていうだけかもしれません。これはですね、人によってちょっと解釈も違うかなとは思うんですけれどもですね、それが続いているっていうこと自体ですね、ある意味、悪い意味で言えば、進歩がないっていうことではありますけれどもね。自分の中の成長がないとかですね。進むべき道が今現在は見つかってないっていうことなのかもしれませんね。そして周りの意見を気にしてしまうっていうところはですね、気遣い屋さんな部分が出てますね。そういったところでですね、人に対しての意見を気にしすぎてしまうと、自分が動きにくくなってしまいますよね。それはそれでしんどいと思うので、このあたりをですね、今後打開できる何かがあればいいなと思うんですけれども、ちょっとですね、あなたの状況の方を見ていきましょうね。あなたの状況がどうなってるのかっていうのが悪魔の正位置ですね。囚われたままの状況、現状に甘んじてしまっているっていうことで、やはり囚われてらっしゃるっていうことですね。動けない。何かこう、自分の中で一歩進むきっかけみたいなものがないんでしょうかね。現状に甘んじてしまってるっていうのも、悪い意味で言ってるように見えますけれども、ただ、それは、やはり、あなた自身のその優しさがゆえに、どうしてもですね、動けない。周りの人たちの意見だとかを気にして動けない。そうなるとどうしても現状に甘んじるというか、そこから動けないっていう感じですよね。そうですね。優しさがゆえにっていうところがあるので、
それをですね、一概に否定するっていうのは私自身はしたくないなと思うんですよね。優しさに救われた人もいると思いますし、あなたのちゃんと周りに気を使って動くことっていうのも大事だとは思うけれども、ただ自分を優先することもやっぱり大事ですよねっていうのは思いますね。ただこれはですね、あなた自身がしっかりと自分が納得できないと何もできないっていう感じのところもあるので、そういった部分でもですね、まだちょっと動く状況でもないのかもしれないですね。自分の周りに霧があって、それが晴れてない状況っていう感じで、だからこそ動けないっていう部分があるのかもしれません。では、未来がどうなるかっていうとですね、ソードの7の正位置、すっきりしない状態、心に何か引っかかっているっていうことで、未来でもですね、何かしらご自分の中でいろいろと引っかかってらっしゃるようですね。何なんでしょうね、これはね。あなた自身がやはりこうだって決めかねてる部分がまだまだ未来でもあるのかもしれないですね。どうしても自分の中ですっきりしないと進めないっていう部分があるようなので、ここをですね、どうしたらいいんだろうなっていう部分ではありますね。本当は騒動なので切り開いて動けるはずなんですけれども、ソードの7はどっちかっていうと、密かに動くというか、そうですね、裏で画策するって言ったらいいんですかね。そういった感じの方なので、あまりですね、表立って動けるっていう感じではないのかもしれないですね。まずですね、裏でゆっくりと準備状況というか、動いていくっていうことになっていくと思うんですけれども、それでもですね、ちょっとずつ動いていってほしいなとは思いますね。ただ、これが引っかかってるから気になって動けないっていうのであれば、一旦それは休む時だというふうに切り替えてもらってもいいかもしれないです。休む時だからこそ、今はちょっと頑張らないで、これから頑張っていくぞっていうふうに思っていただくといいと思いますね。はい。それでもいいと思います。では、周囲ですね。こちらが恋人の逆位置ですね。反りが合わない人がいらっしゃるっていうことで、これは未来の部分で出てくる、あなたとちょっと相性が悪い方っていうことなので、そうですね。あなたが人に対して気を使えるタイプではあるので、どちらかというと、気を使わずに自分勝手な方なのかもしれないですね。その人とどう付き合っていくかっていうところではあるんですけれども、もちろんあなたがとてもお優しい方なので、関係を続けていこうと思われるのであれば、それでもいいと思います。ただそれは一度決めたら貫くことが大事なので、人間関係として、この人ともなんとか付き合っていこうと思えば、そのまま付き合っていく。そして、この人からはやっぱり離れようと思えば、離れていくっていう風に動いていただくといいと思います。どっちつかずになっちゃうと、なんか中途半端な人間関係になってしまって、恋人の逆位置のカードの方っていうのもですね、あなたにまとわりついてきてしまうというか、良くない方向に絡んできてしまう可能性があるので、どっちか決めたら、そっちの方に動くっていう風に、付き合っていくか離れていくかっていう風に考えていただくといいと思います。では、最終結果ですね。こちらはペンタクルのナイトの正位置ですね。納得できる状況、努力が報われます。よかったです。安心いたしました。きっとここでしっかりですね、あなた自身が納得できるところまでいけるっていうことですね。よかった。安心いたしました。ちょっとね、過去、現在、未来と、もやーっとした感じ。はっきりしないなっていう部分があって、進めないなっていう部分があったと思うんですけれども、最終的にはですね、ちゃんとあなたの努力も報われます。よかったです。これは本当にいい流れになりましたね。きっとですね、石の上にも3年と言いますけれども、あなたの行動っていうのはですね、他人から見ればもしかしたら、この人のんびりしてるなと思われるかもしれないんですけれども、そこだって決めた時にですね、動ける方っていうことで、それがですね、すごく時間がかかるタイプではあるけれども、だけれども、それが
ちゃんと結果として残るっていうタイプなんだと思いますね。成功して失敗してを繰り返すというよりは、動かないで着々と準備をしておく。そして、いざ何か動くとなった時にはしっかり成功を収めるっていう感じだと思いますね。なので、これは本当にいいことだと思いますね。ペンタクルだから物質的なカードでもありますから、あなたに戻ってくるものっていうのはたくさんあると思いますね。今までいろいろと我慢してきた分ですね、最終結果で出てきたあなたの得られるものっていうのはたくさん現れると思いますので、はい、楽しみにしていてほしいなと思います。では、助言ですね。こちらはカップの5の正位置です。見落としに気づいてください。ストレスが溜まったら気が済むまで泣きましょう。そうですね、見落としは、あなた自身の、何かスッキリしない状態だとか、どうしても足踏みしてしまうっていう部分、何か見落としがあるのかもしれませんね。それが見つかれば、もしかしたら最終結果といかずとも、近いうちにですね、あなた自身が動ける可能性もある。いくらでも未来は変わりますからね。はい、そういうことがあるかもしれないので、何か自分が忘れてないか、見落としてないかっていうことを時々思い出してもらって、それで気づけば進んでいってほしいなと思います。そして、あなた自身がとても悲しいこと、辛いこと、ストレス、やっぱりあると思うんですよね。いろんな人にですね、気を使って生きていくっていう抱え込むこともいっぱいあると思います。そういう時は泣きましょうっていうふうにカードさんが言ってますね。泣いたら結構スッキリしますよっていう感じですね。結構泣くってエネルギーがいりますからね。そのエネルギーを泣くことに使うことによって別の気になることっていうのに気が回らなくなるっていうのはあると思いますね。たまにはですね、大人でも泣いていいと思います。影でとかですね、お部屋でとか、自分のリラックスできる場所、お風呂とかベッドとか、そういったところでですね、泣いて自分の心のコントロールをするっていうことも大事ですね。では、オラクルカードですね。どんなに小さくても進歩は進歩です。そうですね。あなたの場合はですね、とにかくゆっくりと進められる感じですね。自分がやっぱり納得ができる状況にならないと動かないっていう部分があるので、そうなると自分は進歩してるんだろうかって不安になることはあると思うんですけれども、どんなに小さなことでもやっぱり進歩っていうのはしてます。毎日ですね、もちろんその惰性で動いてるから、それで自分は何もないんじゃないかっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、でもその中でもやっぱり何かしらですね、成長していることだとかそういうのはあると思うので、だから今の自分がダメっていうかそういうことではないです。あまりですね、そういったところを気にしすぎないで、これから大きな進歩のために小さな進歩があるっていう風に考えていただくといいと思いますね。そしてオラクルの2枚目が自然です。自然とつながるという風になっておりますね。そうですね。これはどういう風に考えていったらいいのかなと思うんですけれども、精神性とかそういったところに自然ってつながりやすいってよく言われるのでですね。そういう部分でもやはり自然とつながるっていうのが大事なのかなとは思いますね。森林浴とかして何かこう自然と一体化するとかそういう大行な感じでなくてもいいと思うんですね。何か自然なもの、自分の中に自然なものを取り入れるっていうのでもいいと思います。何かしらこうリラックス的な雰囲気、リラックス的なものができるっていう感じで思っていただくといいのかなと思いますね。オラクルカード3枚目ですね。嵐です。どのハリケーンも必ず終わりを迎えます。ものすごくですね、しんどい時っていうのも必ず終わりますっていうことですね。どうしても辛いことっていうのは必ず出てくるんですけれども、それはですね、長続きはやっぱりしない。あなた自身のその嫌なこと、辛いことっていうのもですね、ずーっとあなたの人生につきまとうわけではない。ちゃんと終わりがあって、いつか晴れますよっていう風になっておりますので、そのあたりもですね、気持ち切り替えていただくといいのかなと思います。では、ルノロマンの月ですね。不調でもしばらくは様子を見ましょう。少し待てば徐々に良くなっていきますという風になっておりますね。これも
あなたの場合は、やはり納得できるまできっちりやるっていう部分がここにも出てますね。待つっていうことがまず大事なんだと思いますね。そして自分が納得できればちゃんと動ける方、そして最終結果のように自分自身への成果っていうのも得られるっていうことなので、そのあたりはですね、しばらくは様子を見るっていうことも必要ですっていうことです。はい。そうですね。ちょっとですね、あなた自身の気遣い屋さんな部分、これはもちろん私は魅力として見てます。これが魅力ってなる部分もあるし、どうしても人に振り回されてしまうっていう部分でもあるので、それをですね、気にしてしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、あなた自身の気遣いによって、たくさんですね、助けてもらった人っていうのも絶対いるはずなんですよね。もちろん自分勝手な人もいらっしゃるから、あなた自身を振り回したりとかですね、嫌な思いをさせたりとかそういう人もいらっしゃると思うけれども、あなたのことをちゃんと好いてくださる方っていうのもいらっしゃると思うので、そこをですね、卑下する必要はないと思います。とても素敵なところだと思いますので。そして、あなた自身がちゃんと納得できるところで、結果を出せるっていう部分もですね、ちゃんとカードさんの方で出てきましたので、あなたの今後っていうのもですね、いくらでもですね、良い方向に作り出すことができます。自分自身で変えていくことができます。なのでですね、こちらの方をですね、よろしければ参考にしながら、自分の中で動けるところは動いてみてほしいなと思います。では、以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。